今回は一部界隈で切望されたラズベリーパイナビのお話です。ラウンドディスプレイを使ってできる限り SRX のメーターパネル周りの意匠を崩さないことを目的としています。正直コストパフォーマンスは良くないです。構成品はこんな感じです。ラズベリーパイ、ラウンドディスプレイ、カーリンキット CCPA、遅延リレー、12V リレー、モーメンタムスイッチ、USB-C もしくは PD 電源。まず、ラズベリーパイ4を使用しますが、メモリは 4GB かそれ以上必要です。8GB の方が良いと思います。円形ディスプレイは、ラズベリーパイ用 3.4 インチのディスプレイです。Amazon でも買えますが、私はアリエクスプレスで買いました。遅延リレーは Amazon で売っていたメーカー不明品です。12V のリレーは A 門の小型リレーを使用しました。適切なヒートシンクを買うのもありです。一番の肝は、カーリンキット CCPA、Android で作られたビルトインナビをカープレイ、Android Auto に対応させるドングルです。ナビ本体側への APK のインストールが必要です。ラズベリーパイに入れる OS は、ライネージ OS のラズベリーパイ仕様です。4GB のメモリでは Android 15でギリギリでした。Google ストアがめちゃめちゃ重たいようです。16を入れたい場合は 8GB のメモリが必要と思われます。一旦、ライネージ OS のイメージをダウンロードしたら、ラズベリーパイのインストール方法に従って SD カードにインストールしてください。基本的に設定が済むまではモニターにつないでドングルを使うタイプのマウスとキーボードをつないだ状態で操作することをお勧めします。OS のインストール直後に設定メニューからシステム、ボタン、パワーメニューを開き、アドバンスド、リスタートモードをオンにします。これによりリカバリーモードを使えます。その他、管理者権限を手に入れるため、マジスクというものを入れ、さらに G-Apps という Google ストアの互換アプリをインストールします。手順は割愛します。これらは USB ドライブに入れ、ラズベリーパイにつないでおくのが良いと思います。注意点は、ライネージ OS をインストールしたら、最小限の初期設定をしてすぐにリカバリーモードでこの2つをインストールする必要があります。電源スイッチは GPIO21 とグラウンドをつなぐスイッチをつなげれば動きますが、OS 側でも設定が必要です。ディスプレイの設定と物理スイッチの設定はラズベリーパイ用設定にあります。ディスプレイ設定は設定がほぼ決まってから切り替えることをお勧めします。設定、ジェスチャー、ナビゲーションモードで、ジェスチャーナビゲーションを選びます。設定、ユーザー補助、拡大で拡大ショートカットのトリプルタップをオンにしてください。トリプルタップをすると拡大し、2本指で画面移動します。これにより、隠れた角の画面を表示させることができます。再度トリプルタップすると戻ります。画面は Pixels という APK を使って幅を750ピクセルにするのが一番良さそうです。マジスクはこのアプリを使うのに必要だった気がします。では、ラズベリー周りの動作原理を見ていきましょう。USB 電源から電力が供給されると、ラズベリーパイの 5V 供給が始まり、遅延リレーがオンになります。モーメンタムスイッチが一瞬押されると、GPIO21 とグランドがつながり、スリープモードが起動します。モーメンタムスイッチを再度押すと、スリープモードから復帰します。モーメンタムスイッチを2、3秒押すと、ブートモードが表示されます。
アクセサリー電源がオンの時には何も起こりません。しかし、アクセサリーがオフになると、リレーがつながり、遅延リレーにトリガー電源を与えます。すると、遅延リレーが 0.1 秒だけつながり、モーメンタムスイッチを一瞬だけ押した状況になります。組み立てはこんな感じです。SRX のフロントパネルを外し、そこにディスプレイを合わせます。その際にディスプレイに防水用のゴム板と隙間埋め用の硬質スポンジを入れます。ゴム板はディスプレイの大きさに、スポンジはパネルの穴の大きさに切ります。ディスプレイ裏のネジ穴とリボンテープが出る穴を付け忘れないようにしてください。次はディスプレイのコントロール基板を使ってフロントパネルをディスプレイと基板で挟み込むようにします。ディスプレイ基板はうまくできていて、ラズベリーパイをネジ穴の通りに合わせれば、なんと勝手にラズベリーパイへの配線不要で接続します。放熱板は上からネジを締められるように加工して付けました。実はメーターケースと干渉して、さらなる加工が必要でした。遅延リレーはこのようにハンダ付けして外の配線を簡略化しました。カーリンキットは USB 接続ですが、どうしてもタコメータケース側に張り出してしまったので、最終的には基板から直接 USB メスケーブルを引き出しました。メーターケースはどうしても加工が必要でした。左右両方ですが、タコメーター側の方が加工が大きかったです。ラズベリーパイは配線加工以外の加工をしたくなかったことがケース側の加工を派手にしました。ケース改造箇所を隠すためにアルミカバーを作りました。メーターケースの奥に遅延リレー、カーリンキットの順で重ねることで何とか収めることができました。クッション材入りの両面テープや硬質のスポンジテープでうまくとどまるようにしています。オートキットの設定画面はスマホの Bluetooth を切っている状態であれば操作可能です。起動にはまずバッテリー直結した USB 電源のスイッチを入れます。遅延リレーの LED が光っているので、ラズベリーパイが起動しているのが間接的にわかります。ディスプレイのバックライトが点灯しました。ここからが長いです。画面表示が始まりましたが、まだ中間地点です。
ライネージ OS が立ち上がり終わると、APK のオートキットが立ち上がります。カーリンキットの Wi-Fi の登録がスマホ側で終わっていれば、そのまま自動でスマホと接続を開始します。無事カープレイが立ち上がりました。起動時間が長いので、基本的に出発前に立ち上げ、それ以降は主電源は切らない運用をお勧めします。ご視聴ありがとうございました。皆さんも興味があればラズベリーパイでナビを作ってみてください。